まあ家庭のことは仕事の次みたいな感じで。ゆうとさんも仕事、私も仕事に張り合ってたっていうか、張り合われてる感じはあった、私はあんまり相手にしたくなかったけど他もね、夫婦の会話は子供のことに関する連絡事項、メールあ、そうメールでやり取りしてたね。喧嘩をすると長いメールを打ってくるんですよ。冷たい戦争がありましたね。冷戦が冷ややかに。でもメールの中身は辛辣でしたよそうね。でそうこうしてるうちに最終的には離婚することになったんですね。娘がまあ何せ自分だけとっても楽しそうなんですよ。なんで心からこの今の自分でいいんだって思えるのかなっていうのが、まあちょっと羨ましくもあり、ちょっと憎たらしいような感じもあり、でもそのなおを見て羨ましいと思って教会に行ったのかなって思うよね。もう一回ニューヨークで働くチャンスがあったから、もうシングルライフを楽しんでました。ちょうど娘が高校を卒業した時かな、ニューヨークの教会にまあ付き添いみたいな形で行ったんですよね。でもそこで見たニューヨークの教会の人たちっていうのは、僕がクリスチャンに持ってたイメージと全く違くて、学校の先生、お医者さん、弁護士、モデルさんもいたし、ブロードウェイでやってる人もいたし、大体、飲み屋に行って若い女性と楽しくやるっていうのが輝いてる人生、クラブ活動クラブ活動ですね。それが輝いてた人生だったんだけど、そこにいる人たちっていうのは全くお酒も飲まないし、でもものすごく会った瞬間からこの人なんかものすごく楽しい人生を送ってるんだなっていうのがもう雰囲気で分かっちゃったわけ。それがものすごく僕には驚きだった。なんかこう断食するとか、なんか水を浴びるとか、そうね、仏教徒的にはそういうね、そうパフォーマンス仕事だからね、そういうのはしなくても、いいんだ、信じるってことがいいんだっていう、結構素直に思ったね、私は。でも気持ちが軽くなった。すごい軽くなった。それはもう僕も同じで、僕が一生懸命頑張らなくちゃならないんだってこうやってたのが、本当にヒュッと変わる。それだけはものすごく覚えてるかな。で、まあ何がきっかけかっていうと、その時息子はハワイの大学に行ってたんですね。で、ある日突然蒸発しちゃったんです。息子がまた帰ってきたら、その時には自分が幸せでいたいなって、そういうお母さんを見てもらいたいって思って、それでそうだ、私再婚しようって思ったんですよ。で、なんか婚活サイトにいろいろ登録とかしてで、ある時聖書を読んでる時に私がまたもう一度集めるっていうそこを見た時に、私たち集まんなきゃいけないなっていう思いがグッときて、やっぱり11年だっけ、離婚してたので、本当に思いつきじゃなくて本気で彼に言いに行こうって思って、呼び出したんだよね。もうすごいドキドキしてるの、何の話をされるのかって改まって呼び出されたから。そうですね。まあ僕の方はね、4年ぐらい前かな、スター・ウォーズのヨーダみたいな牧師だったんですけど、その人から言われたのは、お前奥さんに謝ったかって言われたんです。いや、それはしてませんって言ったら、面と向かって言いなさいというふうに言われて、ちゃんと今度会った時にはきちんと言いますというふうに約束をしてですね、本当に今まで、申し訳ないことをしてきました、ごめんなさい、許してくださいっつって。でも僕は全てはそこから変わってきたんじゃないかなと今から思うと、実は僕の方からもう一回一緒になろうっていうふうに言おうと思ってた。僕が先に言いたかったのに、なんで君が先に言っちゃうのってずるいみたいな感じで結婚して息子も見つかって、三軒茶屋に土地を買って、でその1階をカフェにした。息子も一緒にそのカフェで働いてたから、本当に。で娘も今一緒に住んでますし、家族4人本当にいい時間が持てたからね。これこそ神様の贈り物。